こんにちは。T2ES です。前回はコンデンサに関してお話ししました。今日はダイオードに関してお話しします。ダイオードは一方向にしか電流を流さない半導体素子です。ダイオードの記号は矢印のような三角形の形です。矢印が始まる方向の端子をアノードと言います。矢印が向かっている方向の端子をカソードと言います。ダイオードはアノードからカソードにしか電流を流さない素子です。矢印が向かっている方向に電流が流れるとイメージすれば覚えやすいです。アノードを高い電圧にカソードを低い電圧に接続したのを順方向接続と言います。順方向接続をするとダイオードに電流が流れます。反対にカソードを高い電圧にアノードを低い電圧に接続したのを逆方向接続と言います。逆方向接続をするとダイオードには電流は流れません。回路に抵抗が入っていますが、これはダイオードに流れる電流を制限するためです。順方向でダイオードに電流を流すときを考えてみましょう。ダイオードに順方向で電流を流すには、アノードの電圧がカソードの電圧よりある程度以上高くなる必要があります。これを順方向電圧、VF 電圧と言います。順方向電圧は製品によって違いますが、一般的に約 0.4V 以上になります。電源電圧が 0.4V より低い場合は、ダイオードには電流は流れません。電源電圧が 0.4V より高くなると、ダイオードに電流が流れ始めます。ダイオードを逆方向に接続し、電圧をかけた場合を考えてみましょう。ダイオードには電流が流れないはずです。電圧を上々に上げてみると、ダイオードの逆方向にも電流が流れる電圧値があります。これを逆降伏電圧、VR 電圧と言います。逆降伏電圧は製品によって違います。一般的に数ボルトから数千ボルトまであります。ダイオードは逆降伏電圧区以内で使用するのが一般的です。したがって電源電圧より高い逆降伏電圧を持つダイオードを選びます。実際テストをしてみました。これがテストセットアップです。これはダイオードです。こちらがアノード、こちらがカソードとなります。これは電源電圧です。ダイオードに電圧をかけます。これは電流計です。ダイオードに流れる電流を測定します。カソードにグラウンド端子を、アノードにプラス端子を接続します。電圧を 0.1V ずつ上げます。0.8V になると、いきなり電流が流れました。電圧を 0.7V に下げ、0.01V ずつ上げてみます。約 0.75V から電流が上昇し始めることがわかります。このダイオードの順方向電圧は約 0.75V とのことがわかります。
今度はダイオードを逆方向に接続します。アノードをグラウンドに、カソードをプラス端子に接続します。電圧を上げていきます。1ボルトを超えても電流は流れません。5ボルトでいきなり電流が流れました。電圧を少しずつ下げてみますと、約 4.9 ボルト以上になると急激に電流が流れます。このダイオードの逆幸福電圧は 4.9 ボルトとのことがわかります。ダイオードに電流を流すときの電圧効果に関してお話しします。ダイオードに抵抗が接続された回路に5ボルトの電圧をかけてみます。抵抗の両端には5ボルトではなく 4.6 ボルトしかかかりません。0.4 ボルトはダイオードの順方向電圧でかかっているからです。このようにダイオードを入れると出力電圧はダイオードの VF 電圧くらい低くなります。実際テストをしてみました。これがテストセットアップです。これは電源電圧です。これは電流計です。これは電圧計です。ダイオードと抵抗の両端の電圧を測定するために使います。これはダイオードです。これは抵抗です。ダイオードのカソードの方に接続しました。抵抗値は1キロオームです。ダイオードのアノードをプラス端子に、抵抗をグラウンドに接続します。電源電圧を5ボルトに設定します。約5ミリアンペアの電流が流れています。ダイオードと抵抗の両端の電圧を測定してみます。電源電圧と同じ5ボルトとのことがわかります。抵抗の両端の電圧を測定してみます。約 4.23 ボルトとなります。今度はダイオードの両端の電圧を測定してみます。約 0.77 ボルトとなります。すなわち、抵抗にはダイオードの順方向電圧分がドロップされた 4.23 ボルトの電圧しかかからないことがわかりました。最後に LED もダイオードと同じような特性を持っています。LED を順方向接続すると電流が流れ LED が光ります。LED を逆方向接続すると電流が流れなく LED は光りません。したがって LED は必ず順方向接続で使います。また、ダイオードの順方向電圧ドロップの特性も
持っていますが、LED の順方向電圧はダイオードよりは高くなっています。今日はここまでです。次回は MOSFET に関してお話しします。